ここが好きだよ日本人へようこそ。あなたはもし小さな子供が一人で街を歩いていたらどうしますか？迷子かな？両親はどこにいるの？多くの方は心配になりますよね。また声をかけて助けてあげようとするのではないでしょうか。しかし日本には親が子供に一人で買い物に行ってもらうお使いという文化があります。今回はそんなお使いを見たオーストラリア人のジョシュアさんに話を聞いてみましょう。皆さんこんばんは。僕はオーストラリアメルボルン出身のジョシュア、32歳だよ。僕は日本の四季や自然が大好きで、今回は日本で最も有名な富士登山を目当てに日本に一人で旅行に来たんだ。日本には一度旅行に来たことはあるんだけど、日本で登山をするのは初めてなんだ。富士山は日本が誇る最高峰の山で、2013年には世界遺産にも登録されているよ。今回の旅行では1ヶ月ほどの長期滞在を予定しているんだ。そんなに休んで仕事は大丈夫なのかと日本人には言われることがあるけど、オーストラリアは年4週間の有給休暇を取得できるんだ。ワークライフバランスという考え方を大事にしているから、長期休暇が取得しやすいんだよ。今回の滞在期間で日本の美味しいものを食べたり、日本の文化に触れたりできるといいな。その日は空港からタクシーに乗って宿泊先のホテルに到着し、明日の準備をして早めに眠りについた。次の日、僕は朝早くに起きて観光スポットに向かった。富岳風穴、鳴沢氷穴という国の天然記念物として1200年以上前から存在する溶岩洞窟だ。1年を通して洞内の気温は0度から4度を保っていて、冬には氷が作られ、夏でも氷が見られるほどの冷たさなんだ。僕は富士登山の練習も兼ねて風穴1時間コースをチョイスしたよ。ところがなんとこのツアーは安全対策上2名以上からしか受け付けてもらえないんだ。予約した時には聞き取れていなかったのかもしれない。困り果てていると家族連れの父親らしき人物が声をかけてくれた。そこで事情を説明すると一緒に散策してくれることになったんだ。日本人の優しさに触れられた瞬間だった。やっぱり日本人は温かくて素晴らしい。一緒に回ってくれた家族は3人家族で、子供は4歳の小さな女の子だったけど、自分の足で一生懸命歩いていたよ。東海道自然歩道を散策し、樹海の中は涼しくて木の実や花が咲いていて、たっぷり自然を満喫できたよ。時間をかけて散策したんだけど、すごく満足できたよ。散策できたお礼にそこの名物のソフトクリームをご馳走して、その家族とはお別れをし、僕は次の目的地へ向かうことにしたんだ。電車に乗ってしばらく揺られていると、僕は目の前の景色にすごく違和感を覚えたんだ。小さな女の子、多分小学生くらいの子が一人で電車に乗ってきたんだ。その時の僕は、親はどこだと思ったけど、さすがにこんなに小さな女の子が一人で電車に乗るわけがないと思い、親が近くにいるだろうと深く気には留めなかった。それよりも目的の駅で降りることに集中したかったからね。翌日、観光スポットを一通り巡っていると、僕はまた違和感のある光景を目の当たりにして、今度は自分の目を疑ったよ。昨日出会った家族、4歳の女の子が一人で道を歩いていたんだ。そこは
車通りも少ないのどかな町だったけど、子供が一人で出歩くにはとても危険だ。僕はとても心配になって、すぐにその子の両親がいないか辺りを見渡した。しかし近くに両親の姿は見当たらず、代わりに怪しい大人がその子を囲むように不自然に立っていた。目を泳がせながらチラチラと女の子を見ている。こんな明るいうちに、しかも治安が良いとされている日本で、まさか誘拐とは思ったけど、知らない子ではないし、念のためその子に声をかけようと近寄った。しかし逆に僕が不審者に見えたのか、周りにいた怪しい男に制止されてしまった。僕が抵抗しようとしたら、怪しい男は「今テレビの収録中です」とゆっくりと丁寧に話してくれた。テレビ？これは番組名を聞いてその後調べて分かったことなんだけど、僕が遭遇したのは30年にわたって日本で不動の人気を誇る初めてのおつかいというバラエティ番組らしい。幼い子供が親からお使いを頼まれ、小さい体で奮闘しながらお使いをする様子を隠し撮りし、それを放映する番組らしい。簡単な説明を受け、あの女の子が危ない目に遭うことはないんだとひとまず安心した。もちろん突然のことで全てを信用したわけではないけど、前日にたまたま一緒に観光地を回っただけの子を一日中見張っていたら、今度は僕が不審者として連れて行かれそうだったからね。僕はその後ホテルに戻り、昼間の出来事を思い出していた。日本の TV ショーだと言っていたけれど、あれは虐待じゃないのかな。周りに大人がついているとはいえ、あんな小さい子を一人で出歩かせるなんて信じられないよ。僕の国では州によって違いはあるけれど、12歳以下の子供に一人で留守番をさせてはいけないし、11歳以下の子供は保護者の付き添いなしの外出が禁止されている。幼児が一人でお使いなんてもってのほかだ。もし幼児が一人で外出していると判断されれば、即座にその幼児は保護され、保護者は逮捕されるし、そのような事態を見て見ぬふりした周りの目撃者も刑事責任を問われる場合まであるよ。日本は治安がいいから比較的小さな子でも一人で行動することは聞いていたけど、いくらなんでも4歳の子を一人で買い物に行かせるのはやりすぎではないだろうか。オーストラリアの常識から考えると、やはりにわかに信じることができないし、許可を出す親にも嫌悪感を覚えたね。子供に大人と同様のことをさせるなんて搾取語みたいに思えて、非現実的なリアリティショーを作り出す日本人はなんて悪趣味なんだと思ったよ。僕は自分が遭遇した初めてのお使いが一体どんな評価を受けているのかネットで調べてみた。きっと人権問題になっているに違いない。ところが僕の想像とは逆に、初めてのお使いは大手動画配信サービスでオールドイナフというタイトルで配信され、世界中で大ヒットを巻き起こしていることが分かった。僕は意外な結果に番組内容が気になって会員登録してその動画を見たよ。お母さんが料理中、買い忘れたものがあるから買ってきてと男の子にお願いするところから番組は始まる。お母さんは出産直後でお買い物に行けないからという設定みたいだ。買い物もメモを渡せば簡単なのに、買うものリストを復唱し覚えさせるんだ。お母さんから手作りのお守りを託され、お財布ポーチを首から下げている。玄関で見送られ、軽快な音楽とともに一人でのお使いがスタートする。嘘だろと思ったけど、
実はこの企画は事前に親や番組スタッフが念入りにルートの調査をして安全性を確認している。そして子供の周りには住人に溶け込むように変装した番組スタッフが配置されているそうだ。そうは言っても子供ってすぐ飛び出したりするだろ。僕はハラハラしながら見てたよ。するとその男の子は道路の端を歩き横断歩道できちんと待っている。年齢は5歳と言っていたがしっかりした子供だと感心したよ。お店に着き頼まれたものを復唱しながら探している。気づいたら僕は子供の動きを見ながら口に出して応援していた。そうそう、違う違う、それじゃないよ。男の子は普段親が買い物している光景をよく見ているのだろう。朝のパン買わないとね、おやつは最後に見ようねと一人で言いながら店内を歩いている。男の子は牛乳を見つけおもむろにカゴに入れる。あれ、それは頼まれてないやつだよ。重くなったカゴを持ち次々と買い物を進めていく。頼まれたものは買ってないけどね。買い物を終えるとレジに行きなんとかお会計を済ます。店員さんにありがとうございますと言いお店を出る。帰り道重たい袋を小さい両手で一生懸命持ち上げて歩いていたけど男の子は急に立ち止まって泣き始めてしまった。ママ、どこ？もう歩けないよ。大粒の涙がボロボロと溢れ出ている。僕はこんなに小さい子にここまでさせる必要はあるのか。周りに大人がいるんなら助けてあげてよと拳を強く握っていた。ところがその男の子はしばらく泣いた後何かを決心したのか涙をぎゅっと拭いて力強い目で前を見つめ出した。お母さんとの約束を思い出して生まれたばかりの妹のためにお兄ちゃんとして行動しなければと幼いながらに思ったのだろうか。ここでまた軽快な音楽が流れ出し男の子は歩き出す。僕の目からは大量の涙がこぼれていた。玄関を開けおかえりと間違えた挨拶で家に入っていく。出迎えたお母さんもワンワン泣きながら男の子を抱きしめていた。僕には子供はいないけど微笑ましい気持ちでいっぱいだった。親も覚悟を決め我が子を信じて茨の道を歩かせる。海外と違い日本は早くから大人の手を離れて行動することを強いられる。そのため日本独自の文化であるお使いは小さい頃から自立をするための第一歩の経験なのかもしれないね。小さな子供が懸命に一人で買い物を行い困難なことに挑戦し大冒険を果たし一回りも二回りもたくましく成長し家に帰ってくる数十分ほどの物語だったけど小さな勇者と共に自分が冒険に出たかのようにハラハラドキドキ時に笑わせてくれてこんなに感動させられるなんて思ってもみなかったよ。一緒に洞窟を巡った女の子が出演するのが今から楽しみでならないよ。僕は初めてのお使いにたくさんの勇気とパワーをもらった。明日は初めての富士登山。子供たちに負けないように頑張ってくるよ。海外ではヘリコプターペアレントという言葉があるほど親は子供を自分の監視下に置き必要以上に干渉し続けます。それは保護者に責任があるという考え方で子供を犯罪などから守ろうとする思いから来ています。しかし日本は海外に比べ治安が非常に良く環境が整備されています。そのためこのような大胆なことが実現されるのですね。
子どもの自立と保護、バランスは難しいですが、日本のお使い文化が継承できる社会をこれからも守っていきたいですね。それでは皆さん、ごきげんよう。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。視聴者の皆様のご意見、ご感想をコメント欄までお寄せください。もしよろしければ高評価やシェアしていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画をお楽しみに。